今回は山崎貴監督作品ゴジラ -1 を見に行ってきたので感想を話したいと思います。途中からストーリーのネタバレも含むお話をしていきます。本作はゴジラ30作品目かつゴジラ70周年の記念作品です。1954年11月3日にゴジラの1作目が公開されたということで、このゴジラ -1 の公開日でちょうど69年目なんですね。なので70周年って実はあと1年後なんですが、位置づけとしては70周年記念作品とのことです。ゴジラ実写映画としてはハリウッドを含めればゴジラ VS コングから2年ぶり、邦画に限れば2016年のシン・ゴジラぶりの作品となります。私自身幼少期にゴジラをちょいちょい見てはいるので、全部をしっかり見ているっていう熱烈ゴジラファンっていうわけではないんですが、それなりに思い入れはあるシリーズです。個人的に一番印象に残っているのがゴジラ VS デストロイヤーですね。ゴジラの体内が暴走を起こして赤く光っているのがインパクトありました。ラストシーンに関しては冷凍ビームみたいなものを浴びてキラキラしてる粉が飛んでる映像がサントラと一緒にずっと頭に残ってます。自分の記憶にある限り映画館で見た最初のゴジラは確かゴジラファイナルウォーズでした。当時はあんまり何も分かってない子供だったんですが、子供ながらなんだこの映画とポカーンとしてたのを覚えてます。そこから時が経ち2016年のシン・ゴジラは IMAX シアターに見に行きました。ゴジラって全ての原点である1954年公開の初代ゴジラを起点にして子供向けになったりおふざけしたりシリアスになったりと紆余曲折いろんなゴジラ作品が展開されてきましたが、シン・ゴジラで一旦完全にリブート、初代ゴジラの現代版リメイク的な立ち位置でフル CG で生まれ変わったということで、これまたすごい作品でしたよね。ゴジラの第2形態を初めて映画館で見た時は血の気が引いたのを明確に覚えてます。その上で2011年の震災と原発事故という戦争を乗り越えてきた日本人が次に経験をした大きなトラウマっていうものをうまく取り込んで、ゴジラそのものを震災のメタファーにしてしまうというなんかすごい映画でした。ということでそこから7年ぶりの邦画実写のゴジラということで、最初ゴジラ-1というタイトルを聞いてなんじゃそれと思ったんですが、時代背景を第二次世界大戦終結直後にして日本がゼロの状態になっているというところに大きなマイナスがやってくるというねキャッチコピーなんですが、これを聞いただけでなんと残酷な設定にしたんだと、そんな設定に追い込まれてしまった登場人物たちにすごく同情してしまいました。監督を務めるのはオールウェイズ三丁目の夕日などの山崎貴監督で、彼自身白組という日本最大の CG 制作会社出身の VFX アーティスト、いわゆる CG クリエイターなので CG をふんだんに使った映像表現には定評があるんですね。そんな山崎監督のゴジラということで映像は抜群にいいです。特に今回は海のシーンが多いということで水のシミュレーションには相当力が入っています。水とか炎、煙などの流体、破壊などの物理演算は CG の中でもめちゃくちゃコストのかかる演出なんですが、それらが今回全部入りの相当ボリューミーな映像となっております。映像の品質もハリウッド級と言っても過言ではない素晴らしいものでした。邦画の制作費ってハリウッドと比べてしまうとトップクラスの映画の20分の1以下、もっと低いかもしれないですがそのくらいなので正直かなりすごいと思います。安いコストで高い結果を求めるっていう構造は正直そんなあんまりいいとは思わないんで、複雑な部分もありつつも素直に映像はすごいです。今回ちょうどザ・クリエイターという映画のプロモーションで日本に来ていたハリウッド版の2014年公開のゴジラを監督したギャレス・エドワーズ監督と山崎貴監督が一緒にいろいろ対談をされたらしいんですが、その中でも今回のゴジラ -1 の予算を聞いてギャレス監督がすごく驚いていたというエピソードがあったらしいです。実はギャレス・エドワーズ監督も山崎貴監督と同じように元 VFX アーティスト CG アーティストなので、大体境遇はよく似てると思うんですよね。そんなハリウッド第一級の監督も驚かれる低予算でハリウッドに引けを取らない映像のクオリティを出せてるというのは誇らしいことです。シン・ゴジラにてビルの破壊カットや熱戦のシーンなどを担当されていた VFX アーティストの方によると、山崎組の VFX のクオリティが高い理由は
彼自身がスタジオの中にいるのでフィードバックが早くてトライアンドエラーのコストが低く済んでいるというのが理由とのことです。山崎監督自身 VFX プロダクションの白組に所属していて、自分自身も VFX の経験があって VFX チームと常に密な状態を築けると、ここがね秘訣ですね。そんな形で最大限まで高め上げた CG、VFX のクオリティは必見です。そんなゴジラ -1、 まず映画を見て第一に浮かんだ感想は怖い、これにつきます。怖かったです。特に冒頭整備兵たちを襲うゴジラのシーンから始まるんですが、間違いなくゴジラ、過去のゴジラ史上最も恐ろしいシーンだと思いました。この時はまだゴジラのサイズは巨大化をあんまりしてないっていう状態だったんですが、それゆえ割とモンスターパニック的な怖さも入ってるんですが、見た目と鳴き声はゴジラそのものなので、やっぱりティラノサウルスが暴れ回ってるのとはちょっと訳が違いますよね。そこにねやっぱりゴジラのカリスマ性っていうものがやっぱあるんだと思います。で、サイズが小さいおかげで等身大の人間とゴジラの1対1の等身大でゴジラに襲われるという疑似体験が成立していて、恐ろしいトラウマシーンとなりました。そこでゴジラに襲われることになる神木隆之介演じる主人公の敷島はその後心に傷を負っているという描写があるんですが、この猛烈なトラウマシーンのおかげでちゃんと説得力が出ていて違和感がありませんでした。よく邦画の演技はオーバーリアクションなものが多くて、キャラクターが泣き叫ぶカットがちょっと露骨すぎるという皮肉を言われることが多い傾向があるように感じるんですが、ゴジラ -1 ではそうなるに至る背景描写がめちゃくちゃ説得力があるので、こんなことになったら俺でもそうなるわっていうぐらいしっかり納得させてくれるほどの絶望的な描写でした。海外版のゴジラと比較して絶望を感じさせる描写ってやっぱり日本の方が強いのかなという感じです。そこはやっぱり日本固有の宗教というか、あらゆるものに神を見出して畏敬の念を持つっていうそういうマインドが効いてるんでしょうかね。ゴジラ映画っていろいろあると思うんですが、シリアス系のテイストのゴジラ作品では少なからずゴジラを神格化しています。ハリウッド版の2014年公開ギャレス・エドワーズ監督版のゴジラではゴジラめがけて人々が飛行機から降下していくっていうシーンがあるんですが、そこでレクイエムっていう音楽が流れていて、明確に神というものを意識しているっていうのは伺えるんですが、大枠としてはモンスターっていうくくりで捉えられてます。このゴジラの神格化が最大限になったのはやっぱり2016年のシン・ゴジラですよね。名前からして神って言っちゃってるんですが、基本的に無口で動じず災いだけ残していくっていう非常に神様らしいムーブをしてるなっていう感じです。一方の-1のゴジラ、巷ではマイゴジと呼ばれているようなんですが、マイゴジ君は神格化の度合いは下がっていて、だいぶと動物的な振る舞いをするようになりました。神様半分モンスター半分っていった感じですかね。その分暴力性は圧倒的となり、暴力性にて絶望感を演出しています。1950年代という核兵器が身近だった時代に生み出されたゴジラは、ゴジラそのものに核兵器放射能のメタファーとしての役割がありました。それゆえ放射能を撒き散らすという特徴はゴジラのアイデンティティにもなっています。2016年のシン・ゴジラではくしくも別の方向で日本が放射能に怯える原因となってしまった震災のメタファーとしてアップデートされましたが、今回のゴジラは核兵器放射能のメタファーというよりは戦争そのもののメタファーとして描かれているようです。マイゴジ君の熱線攻撃はかつてないほどのパワーを誇っていて、おそらくシリーズ史上最大の威力、まるで原爆かのような威力です。それもマイゴジ君は戦争のメタファーと捉えれば、戦争の結果核爆弾が投下される現状、そういう状況と重ねることができます。そんな感じでゴジラ-1ではメタファーの対象がかつてのシリーズのように核兵器放射能ではなく戦争そのものになったっていうことで、少々ゴジラ性が薄れたというか、ゴジラである必要性必然性が薄れたような、そういう感覚を若干ながら感じるような、そんな気もしました。本作舞台が1940年代後半と戦時中から終戦戦後への過渡期ですね。これを人間ドラマの主題に持ってきていて、国家間の戦争っていうのは国家の都合で急に終わるんですが、
人の心っていうのはそんな急に終戦しないというのがポイントになってます。そしてそんな戦争のメタファーであるゴジラを倒すことで人々の心を戦中から戦後にする、けじめをつけるための儀式というか、そういった描かれ方になっていて、ゴジラはその儀式の添え物のような、そういう扱いに感じました。心のけじめをつける儀式の添え物なので、別にゴジラじゃなくても正直強かったら何でもいいんです。タコ足の巨大エイリアンでも成立してしまうんです。1954年にゴジラが誕生し、そこから70年にわたって常に当時の現代を舞台にゴジラが展開していったわけですが、シン・ゴジラでは2010年代の現代において他にやることがないくらい好き放題にやってしまいました。なのでもう1954年以降の時代に空きがないんですよね。54年以降に空きがないとなると、54年よりも前の時代に逆行せざるを得ないわけです。タイトルとしても全ての原点ゼロが1954年であり、それより前ということでマイナス1と、そういうことなんでしょうかね。なのでゴジラが70年間いろいろとやり尽くした上の苦渋の選択というか、もう空きがそこにしかないという感じですよね。そういう意味であえてめちゃくちゃ悪い言い方をすると、無理やり今回作ったような、そういう印象を少し受けました。そりゃ映画なんか作りたいから作ったっていうだけで、理由は別にそれで十分なんですけども、なんというか作りたいから作ったというよりは、ゴジラを作らなければならないというところからスタートして、その上でものすごく綿密に計画を練って丁寧に作られた作品と、そのように感じられる作品でした。ちょっとめちゃくちゃ偉そうな言い方になってしまってすいませんでした。別にね、じゃあお前が作れんのかって言われたら作れないんですが、逆に文句を振り絞ったとしてもこのぐらいしかないんですよ。完成度としてめちゃくちゃ良かったっていうのは事実で、めちゃくちゃ面白かったです。伊福部明作曲の有名なゴジラのメインテーマのはめ方っていうのも最高ですし、ちょっとごちゃごちゃ言いましたが、これは間違いなくゴジラ映画ですのでおすすめだと思います。まずは見に行きましょう。ということで、ここからは映画の結末などにも触れた上で感想をお話しします。ネタバレにはご注意ください。映画の内容に触れると言いながらいきなり話がそれるんですが、ゴジラ -1 で個人的にすごく良かったことの一つに、ジャンプスケアがなかったこともあるのかなって思いました。ジャンプスケアっていうのは映画の表現方式の一つで、急に大きな音とか何かがでかく映り込んだりするっていう演出で観客をビクッと驚かせたり怖がらせたりっていった目的で使われる表現方式です。私はね、個人的なんですが、ジャンプスケアがすごくめちゃくちゃ苦手なんですよ。苦手というか、ものすごく強いストレスを感じちゃうんですよね。そのための表現なのでそれはそうなんですが、でそういったジャンプスケア、昔ならホラー映画とかスプラッターとかそういうのならわかるんですが、あんまりねアクションとか SF とかにはなかったと思うんですよ。ただ年々ね思うんですけど、ジャンプスケアの出し方が年々洗練されてきているというか、割とどんなジャンルの映画にも使われるようになってきて、緊張感を持たせるためとか刺激的にするためっていう都合はわかるんですが、昔の映画に比べてジャンプスケアの不意打ち度ってどんどん上がってきてると思うんですよね。昔ならなんというか来るぞ来るぞドンみたいな、そういうテンポがあったと思うんですけど、そのテンポの不意のつき方がどんどん洗練されてきていて、そのせいでどんなシーンであっても常にジャンプスケアを警戒しちゃうような、そんな人間になり果ててしまいました。そんなジャンプスケア警戒人間になってしまうと、背景にちょっと隙間があったりすると、ここからゴジラが出てくるんじゃないかとか、ある程度の会話のラリーが続くとここでリズムを崩すためにジャンプスケアを入れるんじゃないかとか、そういうわけのわからない警戒をしちゃうわけですよ。でね、今回の海のシーン、特に嫌いでゴジラをなんとかしようっていうそういうシーンは私の警戒度はマックスでした。結局振り返ってみて、多分この映画の中でそういうジャンプスケア的な演出は一つもなかったと思います。その分ね、さっきの海のシーンはぬらっとした恐怖というか、やばいやつがじわりじわりと詰めてくるっていう、そういうドロドロ系の恐怖の表現がされていて、ゴジラ史上最大級のインパクトがあるシーンになってるんじゃないでしょうか。こんなね、海から顔だけ覗かせてこんなちっちゃい船を追っかけるっていう、こんな絵面のカットはなかなかないと思います。
で、先ほど似た話もしましたが、この映画はゴジラを作らないといけないというところからスタートした上で、めちゃくちゃ綿密に計算されて作られているというふうに私は思っていて、その上で絶対に比較対象にされるであろう前作シン・ゴジラに対しては特段の注意を払っているというように感じますよね。そこを意識して、むしろ意識しすぎた結果、結果的に可能な限りシン・ゴジラと反対の設定にしてしまったっていう風に見えるのが印象的でした。そもそもシン・ゴジラ自体結構逆張りしたような斬新な設定だったので、その逆張り、シン・ゴジラの逆張りとなると割と王道な形に戻っちゃうっていうのはありますけどね。パッと思いつくだけでも時代背景が現代だったのを過去に、かなり特殊なゴジラデザインだったのを過去のゴジラシリーズに寄せた形にしたり、非生物的な振る舞いだったものから生物感あふれる振る舞いにしたり、人間ドラマを描かず国家とか政治家の動きを中心にしていたのに対して、本作では政治家は誰一人登場せず、政治家はおろか軍隊とか国の関係者すら一人も出しませんでした。何かしら指揮命令する組織すら登場せず、国の動きとしては伝聞形式でちらっとセリフが入るのみで、戦後すぐで国家機能はまともに動いてなかったっていうのはわかるんですが、何一つ出てこないっていうのはなかなか思い切った作りなんじゃないでしょうか。その上でようやくちょっと国家っていうものを想起させる国会議事堂が出てきたと思ったら、過去最強クラスのパワーの熱戦攻撃によって跡形もなく破壊されてしまう始末です。前作シン・ゴジラでは総理大臣を吹っ飛ばしましたが、今作では国会ごと吹っ飛ばします。政治家や官僚、日本という国家の仕組みをフル活用してゴジラに挑み、日本はまだまだやれると言っていたシン・ゴジラをうるせえとばかりに国会ごと吹っ飛ばす、見事な逆張りですよね。考えれば考えるほどここまで反対にする必要あるのかって思うくらいにシン・ゴジラからあらゆる要素が反対です。マイナス1を掛け算するとかけられたものは逆を向くんですが、まさにシン・ゴジラにマイナス1を掛け算した、その結果がゴジラマイナス1ということなんでしょうか。もう一点良かったなと思うのはオチの付け方ですよね。基本最後にはゴジラを倒すのか出て行ってもらうのかしかないと、そうじゃないと映画が終わらないんですが、やっぱり倒すとなるとどうやって倒すのというのがポイントになりますよね。それこそ初代のゴジラはオキシジェンデストロイヤーっていう架空のすごい兵器を使ってやっつけましたが、最近の真面目テイストな作品でシリアスさを邪魔せずに適度に説得力のある倒し方っていうのがなかなか難しいんですよね。シン・ゴジラに関しても血液凝固剤を飲ませて固めるっていう適度に説得力がある倒し方だったんで、マイナス1の状況でさてどうやって倒すのかっていうのがね、このアイディア勝負なところが普通に楽しめましたね。なんと水圧を使うという倒し方は想定外で、劇中の人物たちも言ってましたが、結構穴だらけのむちゃくちゃな作戦ながらなんだかんだ押し切ってしまうっていうところはちょうどいいフィクションパワーというか、このバランス感はすごく気持ちが良かったです。今後またゴジラの実写作品があるのかないのかわからないですが、このゴジラの倒し方大喜利っていうのをやっぱり期待してしまいますね。あとは最後に本作のラストシーンに奇跡的に生き残っていたノリコが映るんですが、その首元には何やら怪しい黒いものが映っていたり、最後バラバラに崩壊したと思われたゴジラの組織が怪しく動き出すという謎の要素を残していきましたが、次回はゴジラマイナス2になるんでしょうか。というかですね、ああいう含みを持たせるエンドをすると映画はちょっと深くなるのかもしれないんですが、ちょっと変な謎を残されるとかなり歯がゆい感じになるんで、やるなら続編を必ず作ってほしいですよね。こういうクリフハンガーっていうんですが、そこまではいかないかもしれないですが、シン・ゴジラも最後に思わせぶりな尻尾のカットを入れてくるし、山崎監督が思い入れのあるとされるゴジラ、2001年公開のゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃っていう映画でもラストカットに思わせぶりのカットが入ってくるんですよね。でこれらも思わせぶりカットだけ見せられて結局その続編もなし、ちょっと歯がゆいですよね。なのでああいう思わせぶりカットは続編の制作が確定しているものだけにしてほしいですよね、個人的に。作ってる最中は続編作る気満々で
その後やっぱり計画が消えるっていう悲しいパターンもあったりするんで、ターミネーターシリーズとかね、私としてはターミネータージェネシスの続編を見たかったんですけどね、なのであんな思わせぶりエンドをするんであれば必ずゴジラマイナス2を作ってくださいよって、そういうことです。なので山崎さんはお願いしますねという個人的なお願いをしておいて、この動画は以上です。このチャンネルでは映画の解説や考察、映像技術の解説やガジェットレビュー、自作 PC の話などをしていきますので登録お願いします。それでは次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。